よいしょ。はい、だいぶすっきりしましたね。配線もこの通り一度すべて取りました。ブレーキの配管は取らんときましょうか。後の作業が大変になるんで。そしたらここを、直していきましょう。とりあえずざっとこの曲がったパネルを元の位置ぐらいまで出してですね。で、ここのコアサポートをちょっと当てがってみましょう。ならようやく板金スタートですね。やっていきましょう。ざっと出しました。ある程度形にはなってますね。これが右側ですけど、左側分かりにくいですけどね。本当に正規の位置まで出たかどうか確かめるにはこのパネルじゃダメだと思うんですよ。もう曲がってますし。なのでここのパネルを用意せんといけんですね。そのパネルですけど、こいつを使いましょうか。この状態で5年も6年も保存しとったわけですけど、まさにこの日のためと言っても過言ではないですね。マジでバカ寒いです。こいつを使いましょう。チャコールキャニスターも一応まだ残ってますね、ここに。多分歪んでないと思います。なのでこの辺の位置出しができると思うんですよね。ここをパイプフレームかなんかで直せば、なんかミサイルとして使えそうですけどね。いつかやってみたいです。ならこれ取っていきましょう。もうだいぶ簡単に取れるようになってきましたね。15分か20分ぐらいしかかかってないと思います。はい。これを、こうですね。いい感じです。というか、さっき出したやつで、もうほとんど出てますね。ちょっとクランプで留めてみましょう。こんな感じですね。いい感じですね、もう。完全に揃ってます。この辺はスポット取るときに無理やり取ったんで、もうちょっとここをくっつけんといけんですね。ここも、ちょっと歪んだんで元の位置までちょっと戻して溶接と。当然こっちも綺麗に揃ってます。これで溶接しちゃっていいんじゃないでしょうかね。真ん中のサポート的なやつ、これもまだボルト入れてないですけど、もう穴ぴったりですね。ちょっとこの状態で隙間あるところをもうちょっと成形して、また一旦外して、で、錆び取るところは錆び取ってから、錆び止めでもしといて、で、溶接していきたいと思います。これの、錆び取りをしとったところですけど、裏側が異常に、錆び取るところがあって、なんだろうと思って見とったらですね、ここ、水でありますね。で、こっちも削っとったらパテも出てきました。まさかのこれ、事故車だったという、今更気づきましたね。もう10年は経ってますけど、うまいこと直されてますね。プロの方だと思いますけど、さすがです。あとは、錆びざっと取りましたけど、錆び止め、錆び転換剤塗っときましょうかね。本当は溶接するところにこうやって塗らん方がいいと思うんですけど、ちょっとパネル同士の間が本当に錆びがひどくてですね、多分旧車ってこういう感じでパッと見は綺麗に見えてもパネル同士の間が錆びだらけになっとると思うんですけど、後々なるべく錆びん方がいいんで、錆び止めの方を優先しますかね。溶接不良で強度が完全に出ないってなっても、
まあ、このフロントのパネルの強度はそこまで強くなくてもいいと思いますんで、物がつけば問題ないんで、まあ、錆止めを優先してこんなにも塗っていきたいと思います。それではね、溶接していきましょうか。まあ、なるべくこういう隙間をギチッと押さえながら溶接していきます。溶接していっとるとこですけど、なんかガスの出が悪いなと思っとったんですね。電源コンセント挿すのを忘れてました。もうキンキンに凍ってますね。まあ、炭酸ガスはこうなりますんで、ヒーターの付け忘れには注意しましょう。なら温まるのを待ちましょう。なら溶接完了しました。バッチリついてますね。スポット溶接よりもはるかに溶接の面積は大きいんで、強度はバッチリですけど、もう次は外せないです。なのでもう治っちゃいましたね。腐ってない車だとここまで作業がスムーズに進むんですね。結構あっという間に元通りです。まあせっかくなんで、どうせバラすんだったら綺麗にしようと思ったんで、このエンジンルームも塗っていきましょうか。まあそのためにエンジンを下ろして、まあ配線だったり外したんですけどね。ということで、とりあえず、まあ今回の動画はここまでで、まあ次回エンジンルーム塗っていきたいと思います。見せれるエンジンルームにできたらいいですね。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。